皆さんこんにちは。峰をつなぐの柳です。今回は群馬と新潟の県境にある谷川連峰のトレイルを紹介します。谷川連峰は標高2000メートルほどの山々が連なっており、太平洋と日本海を隔てる分水嶺になっています。尾根の南東に落ちた雨粒は利根川となり太平洋へ、北西に落ちた雨粒は信濃川となって日本海へ流れ込みます。今回は分水嶺という広大な境界線を感じる山旅をご紹介します。都内から登山口までは新幹線とバスを乗り継いで向かいます。新幹線は越後湯沢駅まで、ここからバスに乗り換えます。東京駅から越後湯沢駅までは新幹線で1時間20分ほど。湯沢町は温泉街として知られ、川端康成の小説「雪国」の舞台となった町でもあります。平標登山口に到着。今回のルートを紹介します。最初は森の中を登り続け、標高を1000メートル上げると谷川連峰最高峰の千の倉山。そして万太郎山谷川岳へ。最後に土合駅まで下山する20キロの行程です。今回のルートの一般的なコースタイムは15時間ですが、9時間で下山して土合駅までたどり着くのが目標です。18時19分発の上り最終列車で今日中に東京まで帰る予定です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。最初の頂上平標山に近づいてくると、なだらかで歩きやすい道になります。平標山に到着。ここからが分水嶺の始まりです。この道の右側が太平洋、左側が日本海につながっています。千の倉山を過ぎたあたりから道が険しくなってきました。正面の山は恵比寿大黒の頭。道の途中、平標山に到着。最初の頂上、平標山に到着。ここからが分水嶺の始まりです。この道の右側が太平洋、左側が日本海につながっています。
恵比寿大黒の頭に到着。このまま尾根を歩いて万太郎山を目指します。尾根の一番低いところまで降りてきました。標高を400メートル上げて万太郎山を目指します。避難小屋がありました。平標山から谷川岳までのトレイルではテントの使用が禁止されています。その代わりにこのような避難小屋があり、無料で使うことができます。新潟側から雲が上がってきました。尾根が雲をせき止めるので、分水嶺は天気の境目になることがあります。川端康成の小説「雪国」の冒頭に、国境の長いトンネルを抜けると雪国であったとあります。この長いトンネルというのは谷川連峰の真下を通っており、まさに分水嶺を越えたことによる気候の違いを印象的に描いているのです。万太郎山に到着しました。次は谷川岳を目指します。登り続けると雲が晴れてきました。目の前には片野小屋。谷川岳の頂上はすぐそこです。今から下山します。西黒尾根を伝って一気に標高を下げ、土合駅を目指します。18時19分発の上り最終列車に乗りたいのですが、予定より30分遅れており、残り1時間40分しかありません。
一般的なコースタイムの半分で下山しないと間に合わなさそうです。よいしょよいしょ。はあ、あと佐渡、はあ、着いた。ドア駅まであと 2.1 キロ。まあ間に合うか。はあ、あと13分。あと 1.5 キロ。あとが嬉しい。行ってしまった。ああ、そう。駅まであと400メートルのところで間に合いませんでした。到着。とりあえず休憩しつつ作戦を考えます。ドアイ駅の周辺は宿泊施設が少ないのですが、ドアイ駅の裏手にあるドアイ山の家に空きがあったので一泊して帰ることにしました。